すごい焼けてますね。どんな話してたんですか？いやいや、だから書いてることと実際言ったら違かったって。そのちっちゃい字で書いてるこれ。なちっちゃい。はいはいはい。ちっちゃい字で書いてるこれな。で冷蔵庫あると書いてる。冷蔵庫ないの。一旦なかった。給料960円なんですか？そうそう。なんで960円ですか？全部部屋代引かれたら960円。前借りが6000円。1日分。前借りが6000円。3日間で6000円。3日間働いて。3日前借りしたんよ。はい。1日2000円前借りしたよ。はい。それで6000円。3日間の給料が働いたのはな、8日かや。8日かみたいな。これ960円っていうのは？それから部屋代と前借り引いた分。8日間働いて前借りが6000円して、で部屋代引かれたら残りがどういう計算？本当に？で盆休みやったんや。あ、登る時よりも降りる時の足が痛いよ。だけど最初の一歩高く上げる。だから全然ちゃう。できるだけ高くできるだけ上げる。で俺とすぐにその足は何がきっかけで？もう主に仕事や。何の仕事ですか？道路工事でな。ダブルキャブいう狭い車に乗ってな、毎日2時間3時間往復しとったら、それが原因やと思いますわ。多分。何年ぐらいしてたんですか？それな3年ぐらい。それから調子が悪くなっていった。何歳ぐらいの時？それは。50歳ぐらい。今何歳ですか？71。で最近販売行ったんですよね。はいはい。どうやって見つけたんですか？いやセンターでね。センターで見つけた。労働福祉センターで。仕事はガードマンです。ガードマン。それはどうやって手に入れたんですか？この紹介表っていうのはどういうふうにしたら手に入るんですか？いやセンターの労働福祉センターのそこで紹介状書いてくれたんですよ。センターに行ってこういう仕事がしたいですって言うんですか？どういうふうな流れで？掲示板に掲示してあったんですよ。労働福祉センター紹介課、ここから紹介受けたんですよ。掲示板を見て、これがいいなと思って受付に行くっていう感じですか？そう。どうでした？まあここに書いてある内容と全く違ったですね。例えばこの冷蔵庫ありって書いてるけど冷蔵庫もないしね。歩いてスーパーまで15分って書いてあったけど、実際はね自転車で15分ぐらいです。まかないって書いてあるけどあれですわ、もう自分のところで作ってるけど5年中11時頃に作ってそれから11時頃いうことは、現場5時に終わって6時に帰ったらもう7時間経ってますよ。夜ご飯ですね。だから腐る直前ですね。だからそういうことはあんまり食べても美味しくないですよ。で飯なんかもう作ってできるだけ早く食べた方が美味しいもんね。当たり前じゃないですか。
お昼ご飯は？いや、お昼はね、お昼も弁当なんですよ。弁当だけどね、24時間前に作ってるんです。だから朝ごはんと一緒に作ってるわけ。朝ごはん？いや、だから昼、夜ご飯？いや、夜ご飯と一緒に作ってることは、次の日の昼弁当を、その日の夕ご飯と一緒に作ってる。だから24時間前に作ってる。まあ、それ腐ってるかどうか分からへんけど、それもそんな美味しいことないですよ。もう暑いからね。それもあるしね。じゃあ炎天下の中？全くもう炎天下で。まだ休憩行ったって15分か20分ですね。まあトイレ行くだけはね。でトイレも行けない時なんです。午前中ね、全くトイレ休憩もない時もあったしね。水分補給はできてるんですか？こんな炎天下。いやだからね、午前中はね、なかなか水分補給できないですよ。休憩がない場合ありません。はい、そういう時やったら、トイレ行かれんかったら大変やから、できるだけ水分あんまり取らんようにしてるわけです。お給料9500円って書いてましたけど、1日のお給料が9000円。1日は9500円。そこから部屋代。9500円から3000円引かれるんですよね。だから6500円1日手に入るっていうことですよね。だけど寮に入ってたら、仕事のない時でも部屋代引かれますよ。はい。だから2週間働いて手取り約7000円です。2週間おって7000円手取り。意味がわからない。意味わからないんだよ。部屋代引かれるから。引かれて残った分は約7000円。約3週間か。3週間。2週間じゃないんですか？3週間。約3週間もいて8日間しか働かなかったんですか？盆休みがあったんですよ。で盆休みもその販売にいたんですか？そう。販売にいたのは何日ですか？合計。ちょっとわからない。忘れちゃった。10日契約やったら、何万か残ってる。お給料から販売代を引かれて手元に残った金額が6960円。これが給料袋。これが、3週間ほど販売に行って手にした給料。税金とかも引かれてって感じなんですか？960円っておかしいじゃないですか。じゃあ、その4日間には講習の日も含まれてるから。講習の日はお給料じゃあ1時間1000円ぐらいです。ちょっと違うんですね。盆休みは何日あったんですか？盆休みはね、いいかな。盆休みは8日間。じゃあ残り2週間、盆休みじゃない日はどうして仕事がない日があったんですか？いや、土曜日休みです。土日休みです。20日間や。日数の20日間や。20日間販売にいて、で8日間働いた。そのうちの講習が8日間のうちの講習が3日間。じゃあどうして盆休みの時はアパートに帰らなかったんですか？販売の代金が。いやアパートは3日間ぐらい3日間ぐらい自分のアパートに帰りました。3日間帰った時はじゃあその販売代は払わなかったんですか？いや販売代控えてますよ。販売代が発生するから一旦盆休みは帰りますって言わなかったんですか？そういうことはできないんですか？いやそれはできないと思う。じゃあ盆休みの時に行くのはちょっと損ですね。そう盆休み行ったら損です。いや行ってねなんか楽しいこと見つけましたよ。そうなんですね。近くにね、土壁文庫ってあったんですよ。そこでね本をねたくさん買ったんですよ。
読書が趣味でそう、すか？読書が趣味なんですよ。壁文庫。古本も売ってるし、そこで本も読めるという、そういう場所が見つかったんですよ。うんうん。で、これ4冊買ったんですよ。お金あったんですか？いや、これ中古やから安いね。100円とか200円とか。あ、そっか。前借り6000円したんですもんね。そうそう、200円。その前借りした6000円は何で使ったんですか？ああ、それはね、ラーメン食いに行ったんですよ。あ、ラーメン。仕事内容はどうでしたか？いや、仕事はね、楽しかったですよ。まあ、しんどかったけどね、めっちゃ炎天下でしんどかったけど、まあ、楽しかったです。まあ、働くということはね、やっぱり楽しいですよね。看板の部屋はどんな感じだったんですか？部屋はベッドです、ベッドで割と大きなテレビついてますよ。一人部屋ですか？一人部屋。個室そうですね。何畳ぐらいの？ 4畳半ぐらいかな。クーラーは？ああ、クーラーありましたよ、24時間ね。それだけは良かったね。部屋にクーラーは？あ、で4階まで階段で4階まで上がらなダメだったんです。だからそれがちょっと大変です。じゃあ4階にはトイレもお風呂も？トイレありますよ。お風呂は？いや、お風呂は1階です。じゃあ1日に何回か上り下りしない？そうです。ちょっと大変でしたね。また同じとこ行きたいですか？まあ機会があったらね、面白い場所もあったしね。あ、本屋さんですね。そう、土壁文庫とかいう面白い場所があったし、また機会があったら多分もう行かないと思うけど。なんでハローワークに行かないんですか？センターに行ってハローワークに行かないんですか？いや、だからセンターいうのは日雇いの仕事やから、いろいろ桁落ちの販売の紹介とかしてくれるってこと。日雇いがいいんですか？いや、日雇い、いや、これ私は日雇い労働者なんですよ。日雇いいいとか悪いとか関係なく、日雇いの労働者です。